本動画では、シェイプフィーダーについて説明します。はじめに、E カタログ、タイプ別モデル、フィーダーズ、ビジュアルコンポーネンツをクリックします。シェイプフィーダーを 3D ワールド上にドラッグ&ドロップします。もともと接続していたフィーダーを削除して、シェイプフィーダーとコンベヤーを PNP で接続します。シミュレーションを実行すると、ビジュアルコンポーネンツボックスが生成されます。シェイプフィーダーは、生成するコンポーネントのサイズや位置、オフセットなどを詳細にタブから設定することができます。規定タブのプロパティから説明します。プロダクトは、生成するコンポーネントをリストボックスから選択することで変更できます。画面では、プロダクトをカラーパレットやボトルに変更しています。クリエイトオンリーオンシグナルを有効にすると、シグナルを受信した時のみパーツを生成するようになります。クリエイトオンリーオンシグナルを有効にしたら、シミュレーションを実行します。この状態ではパーツは生成されないので、ホームタブ、シグナルをクリックします。クリエイトシグナル横のオレンジ色の丸をクリックすると、シグナルがシェイプフィーダーに送信され、シグナルを受信したフィーダーはコンポーネントを生成します。接続タブ、シグナルをクリックし、シグナルを接続ウィンドウを閉じます。コンポーネントプロパティウィンドウの規定タブに戻り、クリエイトオンリーオンシグナルを無効に戻します。ステーショナリークリエイターは、生成したコンポーネントをフィーダーに固定します。ショーメッセージ図を有効にすると、設定ミスのエラーを起こした際に出力エラーが表示されます。詳細な設定は Python スクリプトに記述されています。プロダクトで選択しているコンポーネントの定義はコンポーネントクリエイタータブ。コンポーネントの値の設定はプロダクトパラムスタブでそれぞれ設定されています。画面ではボトルの色やサイズを変更しています。コンポーネントごとにサイズについてのプロパティ値やプロパティの数が変わるため、プロダクトパラムスタブの各値は、コンポーネントクリエイタータブのコンポーネントの値を変更する。または規定タブのプロダクトを別の値に変更した際に初期値に戻ります。画面では、先ほど変更したボトルのプロパティが初期設定に戻っています。また、コンポーネントクリエイターのパーツ定義も、プロダクトで別の値を選択した際に初期値に戻ります。画面では、ボトルのコンポーネントにボックスの VCID を設定しましたが、初期設定に戻っています。この2タブの設定は、規定タブのリセットシェイプフィーダーをクリックすることで、プロダクトの選択を含めて初期化されます。これは生成するパーツが Python スクリプトで記述されており、リセットシェイプフィーダーをクリックすることでその内容を読み込んで初期値として反映するからです。モデリングタブ、シェイプフィーダー、ビヘイビア、Python スクリプトをクリックすると、Python スクリプトの確認・編集ができます。パーツ名と VCID を管理しているプロダクトやリセットシェイプフィーダーなどの処理内容が記述されています。このプロダクトに追記することで、規定タブで選択できるプロダクトを追加することができます。試しに追記してみましょう。書式は、プロダクト名、VCID です。追加する際は、
プロダクトの情報を区別するためのカンマも追記してください。追加したら Python スクリプトをコンパイルしてホームタブをクリックします。リセットシェイプフィーダーをクリックします。シミュレーション実行前は選択できませんが、実行後はプロダクトで追加したパーツが選択できるようになります。画面では、プロダクトにサンプルが追加できました。以上で、シェイプフィーダーの説明を終わります。ご視聴ありがとうございました。